パワーウォッシュシミュレーター TGS2023 特別番組さあ始まりましたパワーウォッシュシミュレーターの特別番組でございます。 MC 担当しますエレコミック今立です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそしてですね、この番組では、好評発売中のパワーウォッシュシミュレーターの最新情報をローカライズスタッフや素敵なゲストと一緒にお届けします。まず私の隣にいる方をご紹介しましょう。こちらの方です。はい、こんばんは。スクエアエニックスのローカライズディレクターローズと申します。よろしくお願いします。お願いします。さあそして本日のスペシャルゲスト、歌って踊れるゲームアイドルのこちらの方です。はい、皆さんこんにちは。歌って踊れるゲームアイドルみりんちゃんこと古川みりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてローカライズのいつもの面々の方がいらっしゃいます。はい、スクエアエニックスでローカライズプロデューサーやっております山本です。よろしくお願いいたしお願いします。山本ます。先輩。さあそしてはい、同じくスクエアエニックスでローカライズやっております赤石田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いしさあということで、もういつもの見知った面々ですね、僕ら的には。そうですね。本当に。全然収録なんですけども、はい緊張しないです。こんなにカメラがあるのに。確かにそうですね。はいはい。まあどうですかみりんちゃん、こちらのゲームのことは存じておもちりました。ろんもちろんあ、本当ですか。自分の配信とかでもやってました。やりまして、なるほど面白いのがいつもよりもコメントの進みが早いんですよ。あ、やっぱそれだけみんなね。ゲーム内容っていうよりかはやっぱ雑談が進むから、なんて言うんだろう。あ、ゲームに対してのコメントじゃないんですね、それは。欲しいな。でそれぐおらいかしいな。こうなんだろう和んだ雰囲気でね、だから本当にやもうれるゲーム。日常にもう溶け込んじゃうんですね、パワーウォッシュがね。そうなんですよあー確かにね。すいません、なんかオープニングに使うトークじゃなかったですね。いやそうだね全然全然いや合ってます？そういうゲームなんです。確かに黙々とやっちゃいますもんね。そうしかもね。うんさあということで今回僕もこれ去年のやつなんですけど、もう1年間北押して。ちょっとヨレヨレ。そうなんですよ。だからもうよれ持ってくるか否かもちょっとあれだったんですけど来てくれということなんで、僕だからこれでいつも1年間外を歩いてましたから。ありがとうございます。宣伝広報活動もしてましたか広告塔ら。だそうなんですよ。ここは確か赤石さんのものよりちょっと色が薄い。そうですね。やっぱね。これ落ちてきてる。これ僕も今日下ろしたんじゃなくて、これ1年前からずっとやっぱり来ますよね。着古したやつなので、だからはいはい今日も本当の意味でのパワーウォッシュこれですから。これずっとウォッシュしてきてされますから。た後の色ですもんね、それが。そうなんです。そうなんです。そして山本さんの方がまたこれはねまた別バージョンですよね。新しいのが。はい、ディンって書いてあってお掃除が終わったパーツがね、お掃除終わった時にディンってなるんですけど、はいはいはいそれを表していて、これは海外がそうそう作ったやつなんですよね。新作もともとこういう青だったわけじゃないんですよ。だから薄くなってるわけそうそうこれは元は落ちすぎでしょ。違う色なんこんなになってたなってますけど。やばいでしょ。さあそしてなんとですね、この番組がローズさんなんとはいはい TGS の初日に公開あ、ということそうですよね。しかもスクエニのまさかの一発目という我々の会社の一発目、まあなかなかすごいですね看板が、はいす。ごい俺もう本当に酒飲んで配信してもいいぐらいの緩さですけど、大丈夫ですかね一発目に。そうですね。鉄砲玉的な位置づけで、まあでも楽しい雰囲気がね、そうですねこれで伝わればということなんで、皆さんもねぜひとも楽しんでいっていただきたいと思います。さあこの番組はなんと YouTube の英語反対字ハングル字幕に対応していると、必要な方は字幕機能をオンにしてくださいということでございます。さあということで今回はなんかいろいろともう目白押しなんですよね、いろいろと情報が。そうですね。はい今回は初公開、おおそらく初公開のものもありますし。ほうほうほう。その内容なんかもじゃあローズさんまずこれ言っちゃいます？これもいっちゃいます？言っちゃいます？言っちゃってください。言わないって方困りますよ。確かにちょっと出し惜しみして。一発目なのに一発目なのに言わないで、まあとりあえず雑談を。この番組の尺ぐらいは新情報ある。あ、わかりました。わかりました。さあローズさんパワーウォッシュをね、知らないという方ももしかしたらいるかもしれませんので、簡単にゲームの内容をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。では、ぜひじゃあちょっとトレーラーをはいはいはいちょっと今流しているので、ねえまあこちらを見ながらバックに簡単に説明できればと思います。お願いします。パワーウォッシュシミュレーター、まあ、名前の通り、高圧洗浄でお掃除する体験をシミュレーションするゲームとなっておりまして、巷でもう誰もが一家に1台ある高圧洗浄機ですね。こちらを使ってね、よく見ますけど水で使って、そしてそのまあ例えばお庭だったり、あとは道路だったり車だったりいろんなものをピカピカに掃除するだけのゲームです。だけの。でもこれがやっぱすごいんですよね。
ノズルを変えたり洗剤を変えたり、用途に合わせてねこの汚れを落としていくという。汚れの種類もねいろいろありますからね。そうか。今田さんもしかしてプロ？いやプロじゃないですけど去年も見ましたもん本当に TGS の本当に真っ暗でもう誰もいない会場でポツンとやってたんですよこの番組もう終わって配信だけ残ってたんです。そうラストの方でね。そっかそっ静か。かな幕張メッセの中でやりましたよね。水の音がシャーッと聞こえ続ける。一角だけ爆笑の渦を巻き起こしていた。エアコンも止まって心なしか暑い中ねやりましたよね。やってそんましたね。な環境が出てたんですね。そうやってたんです。ゲームなんですけれども、はいまあそのパワーウォッシュその掃除体験を通してリラックスしていただく、そのいろんな敵が出てくるゲームだとか戦うゲームとかが多い中で、あくまでただゆっくりとお掃除に専念する。でそれでその心を落ち着かせて、場合によっては何か雑談とかしながら楽しんでいただくそういうゲームでございます。ありがとうございます。どうですかみりんちゃんもね遊ばれましたけど、やっぱはいこの落としてくっていうのはやっぱ楽しいですか？いや私実ははい掃除大っ嫌いなんですよ。あれ？間違えちゃった。あ、そう。リアルの掃除マジで嫌いで。大丈夫ですか？リアルはね。リアル特にはね。お風呂掃除とかあるじゃないですか。はいはいはいもうちょっとやってらんないなと思うんですよ。そうなのね。でもそんなやってらんないのが、うんこのパワーウォッシュシミュレーターだったらやっぱ快感に変わるというか、確かにね達成感というかねそう気持ちいいっすよね。ディーンの音がね、ビーンの音がね。ダーってなるので。いやでもそれをなんか実生活では生かされないんですかこれ。これパワーウォッシュシミュレーターだなっていうふうにはならない。でもちょっと思う時あります。あ本当に。でも実行には移せてない。割とこのちょっと続けていただいてね。そうですね。ちょっともうちょっとゲームから学びたいで。そうですすね、はいちょっとお風呂掃除ができるように、やっていただきたいと思います。はい。さて、ここからはですね近日配信予定のなんともこれ素晴らしいですねバックトゥザフューチャーの DLC こちらがね配信されるということでございますからそちらの方を紹介していただきたいと思います。赤石田さんお願いいたします。はい、じゃあ早速ですがスライド出ますかね。はい、こちあらいいでしょう。いい来ました。見覚えのこちらですね。見覚これまえありますねでも、パワーウォッシュシミュレーターですね、トゥームレーダーですとか、はいファイナルファンタジー7ですとか、スポンジボブですとか、いやいやってましたねろんなコラボをですね、この1年間やってきたんですけども、ついに今回、出た我らがパワーウォッシュがバックトゥザフューチャーとコラボいたしますということで来ましたこれは正すごい直僕らも初めて聞いた時に本当っていう感じで確かにそうですよね結構びっくりしたことです。映画の中にですね出てくるあれやこれやをですねあれはこれよあれやこれやをですねどれガシガシといろんな象徴的なね乗りビ物ですとかフとかにめちゃくちゃかけたりできるんですか。人間は出てこないんですけどもはい残念ながら残念ながらジェニファーとかにかけられないですか。ジェニファーとかにいろんなジェニファーは彼女ですよね彼女をぐちゃぐちゃにしちゃダメですね汚れてないですけどね。キャッキャキャッキャできないですか二人で。役者が変わるだけです。そんなこんなことがお楽しみいただける、DLC でございましていやこちらが楽しみ近日発売ということで、はい今日の放送でおこちらを中心に取り扱っていければと。いやいういいですね。ことですねいやこちらもじゃあもうスタッフの方たちを体験されたんですかもう。もちろん我々役得といいますかですね、ねお仕事でございますんでちはいはいはいょっと先に触ってはいるんですけども、はいはいぜひともその一部も今日ねおーなるほど。みんなで触れたらというところで、いやどうですか、ローズさんはなんかバックトゥザフューチャーもう本当に大好きでみたいな話をねちょっと先ほど言ってましたけど。そうですね、はい映画でも全部好きなんですけれども、特にやっぱり「バック・ザ・フューチャー」といえば、はい80年代のアメリカを代表する大傑作、そうですね。子供の頃にですね、そうです、中学生ぐらいの時にそのお父さんが、アメリカ人のお父さんが、はいどうしても見せたい映画があると言って、そうなんですね。そう親見てくれて親から受け継ぐどうしても見せない映画がある。すごい。なかなか親に言われたことないですね俺の人生で。お前にねどうしても見せたい映画があるんだと。直伝だね。そうなんですよ。それがバックトゥザフューチャーだったんですね。そうですね。でその時ローズさん何歳ぐらいの時ですか。その時は14ぐらいだったかな。中学生ぐらいの時ですかね。はいはいはい。山本さんもはい。見ましたかそれ。僕はアメリカ住んでたんで、アメリカ住んでたんです当時ね、当時子供の頃はね。子供の時からアメリカ住まれてる。子供の頃からアメリカ住んでるんですけど。そうだったんですか。そうだったんですか。なんでなんですかそれ。いやそうアメリカに住んでたんで、結構バックトゥザフューチャーやっぱメジャーな映画ではございますから。でローズさんもそこからもう
もうハマって、そうなんですけど、ちなみにバック・トゥ・ザ・フューチャーちょっと驚いたというかほ、その後になって気づいたのは、バック・トゥ・ザ・フューチャー当然アメリカだと国民的映画というか、みんな見たことあるけど、日本でも結構その吹き替えなどでそうです。何度も放映しててファンがとても多い。確かにやってますね。織田裕二さんバージョンありますね。すごい。すごいよくご存知フですね。ジテレビバージョンですね。フジテレビバージョンですね。確かにね、いろいろありますからね。さすがです。さあそれじゃあもう楽しみですね、ローズさんもね。そうですね、本はい。当。さあミリンちゃんお見せできるのがどうですか。いやもうそんな大人気のバック・トゥ・ザ・フューチャー大人気のはい本当に大人気国民的な誰しも見て国民るだろう。的そうですよ。もちろんはい。見たことないであ、すそうで珍しい。珍しいくないのかな。どうなんだろう。世代的にはどうなんいやですか。あんまりなんかいないですねバック・トゥ・ザ・フューチャーやっぱり言い慣れてないですよね。嘘ではない。本当に見たことない。イントネーションから怪しい。バック・トゥ・ザちょっといいだね。切るとは思わなかったね。バック・トゥ・ザドラクエの敵みたいな。バック・トゥ・ザ。バック・トゥ・ザ・フューチャーなかなか周りに見たことないいないぐらいやっぱり私今、そうですよね特別な存在だなと思ってます確かにレアかもしれませんね。そうたまたまちょっと見てなくてだへーからちょっと今日は、確かに。パワーウォッシュの魅力もそうねバック・トゥ・ザ・フューチャーの魅力もちょっとそうね教えてほしいなと思って確かに来てこれもらいましたこれをきっかけに見るっていうね、なかなかいないタイプの。パワーウォッシュ入りでバック・トゥ・ザ・フューチャー見るっていうのも全然やっぱありですよね。ありですよ。ありだと思います。あれ私が掃除したやつだっていうのが、私が綺麗にしたやつが出てるっていう。そうだそうだそうだ。そう見たっていやそうですよ。だってみりんさんがそれを配信でやって、まだ若い子たちが確かにバックトゥフューチャー見たいってなるなるかもしれませんねそうだ。さあぜひぜひ皆さんまだ見てない方もともどもに楽しんでいただけたらと思います。さあということでございまして、赤井沢さん、早速 DLC バックトゥザフューチャー特別以来のゲームプレイをしていきたいと思います。さあ今回ローズさんどこら辺をプレイするんでしょう。はい、そうですね。本作の DLC、今までの我々の DLC でも、はい似たような構造だったんですけれども、なんと新しいステージが5おーつ、収録されております。すごいそのステージの中でも、実は一番最後のステージである、本日おそらく完全初公開のおバック・トゥ・ザ・フューチャー3の3タイムマシンの機めちゃ関車のめちゃくちゃ詳しいですね。それ言ってもあれねっていう人もなかなか少ないじゃないですか、見てる人も。ね、正式名称があるかも怪しいんですけれども、あ人によってそうなんだは、ファンの間ではジュール・ベルヌ号、あ、そうなんですね。博士の好きな作家である、SF 作家のジュール・ベルヌにちなんで、ジュール・ベルヌ号と呼んでいるガキがいるらしい機関車の名前映画の中で言ってるんですよ。言わないです。言ってない。言ってない言ってない。だかららしいってちゃんと言ってるから。やっぱさそのね結構詳しい方からねまたつつかれないのでやっぱしっかりと。さすがですね。諸説ありますがみたいな諸説ありますがということでじゃあ早速ゲーム画面に行ってみましょうか。さあお願いいたします。じゃんお来ました。おこれそうそうそう。これがローズさん何でしたっけそうですね。これがジュール・ベルヌ号ジュールと言われている。と言われている。言われているおそらく。実はそうですね。その乗り物もそうなんですけれども、この場所が本当にちょっとローズさんネタバレちょっと見てない人がいるんですよ。見てない人しかいましたね。大丈夫です何言ってるか分かんないです正直言うと確かに分かりました。はいさあ今みりんちゃんの画面でねちょっこんな感じと映しておりますが、すごいさあ前を飛び跳ねてるあれこの二人は二人がこの青が青が青がそうですね。青が山本です。青山さん山本先輩そしてこの緑に跳ねてるのが私赤井沢でございます。赤井じゃあ今回は3人ではいやりましょいや結構汚れてますよこれでかいしでかい結構だってこれ近くで見るとほら結構大きいですよねでかいしうわう。やっていく？じゃあミニみりんさんがファースト。ファーストそういうのあるの？ファーストウォッシャー今作った。ファーストウォッシャーいいですかファーストウォッシャーお願いします。お願いします。はいじゃあお願いします。記念すべきスタート言いました。はいはいすごいはい。萌えキュンです尻じゃないね。ですよお尻じゃないですハートですアイドルなんで確かにね失礼いたしました可愛く可愛くですねじゃあやりますか行きましょう行きましやりょうましょうやりすごくましょう。パカパカしてるのが早く気になるやらないとね終わんないかもしれない。よいしょうわこの DLC なんですけれども、少しだけ背景を説明しお願ますと、いいたします実は一応ストーリー
というほどのものではないですけれども、まあ、どうしてその掃除しているのかという説明はなんとなくありまして、なんとそのパワーウォッシャーのキャラクターが、タイムスリップして、この「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の世界にではなく「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の世界の映画が撮影されていた1980年代当時にタイムスリップして。そういうことなんですね。そういうことなんだ。現実だけども現実だけども、そうなのでこれは映画のセット、なるほど。そのだからもしかしてしていると。この辺がこのなんていうの、その監督の椅子みたいな。よく気づきましたね。これなんだろうと思ったんですよ。カメラとかも。ここにきっとロバート・ゼメキス監督だったり。精密機械ですよ。一応ね、パワーウォッシャーなんで一応ちょっともしかしたら汚れがあるかもしれないけど監督椅子もやっときます。当時のカメラだからほらフィルムのカメラだよね。本当だ。絶対ここだよっていう指し示すのが全部水かかっちゃうから。場所を示すの。今はこれはこのフリーモードと言いまして、その自由に掃除できるモードなので出てこないですけれども、本編を遊んでいただくとその当時のその撮影スタッフの人と少しちょっとした会話を楽しめたりするので、それはぜひ本編でお楽しみいただければと思っております。皆さん買ってみてね、楽しんでいただければと。はい。落ちてますね。もうだいぶほら後ろの方今。カピカになる。そもそも撮影で何が起きたらこんなことになるんだろうということは本当ですよね。あまり深く考えないようめっちゃ汚いですね。でもやっぱ一角が綺麗になるだけでだいぶ気持ちいいですねこれ。いや相当綺麗になりましたよ。綺麗。ちなみになんですけれども、この機関車、当然ながらそれほど今までメディアの露出があったものではないといえばないので、今作多分ここまで近づいていろいろじろじろと見て内細部まで見れるのはなかなかバック・トゥ・ザ・フューチャーメディア史において貴重な体験なんじゃないかと。なるほど。博物館的なこうジロジロ見えるみたいな。例えばですけれども、今なんとなくその掃除このゲームの特性上向けていただくと左上に名前とかが出るじゃないですか。これなんて読むんだ？冷却通気口原子炉車両冷却通気口。本当だ。これは間違いなく初めて命名されたんじゃないかっていうぐらいの設定なんじゃないか。そうか。車体らしい。そうこうしてるうちに 20% 超えてますよ。早っ。おスムーズですね。ね、順調ですよ。なんだコミュニケーションを取ってやますね。っぱね我ら言うてパワーウォッシャースキル高いですか？高いですからね。やっぱやってますからね普段ね。いやでもそうなんだ。でも3って確かに機関車のイメージめっちゃ強いですけど、それしか出てなかったんだ。いやでもすごいんですよこの機関車。その設定上ドクがその西部開拓時代にその当時のものを使って作っているタイムマシンなので、なるほど。この蒸気で動いているという設定で、蒸気で動くタイムマシン。なるほど。ちょっと上洗浄したいんですけど、誰かはしごとかどっかあります？はしごありますよ。はしごどこですか？あった。脚立が。ちっちゃいやつですね。大きいの。大きいのもありました。今山本さんが持ってってくれてます。はしごをここにかけてもらえませんか？なるほど。共同作業で。ここそこ。ここ。あれ？消えましたか？消えた。ありがとうございます。ローさん。はいなんでしょう。これさこの機関車の横に ELB って書いてありますけど、もしかしてこれさっき言ってた。と思ったんですけれども、わかります？今立さん ELB わかります？ ELT なんして。ELT は確かに知ってる。ELT もありましたけどね。DLC ですか？何でしたっけ？ DL これは DLC です。これは DLC ですよね。ELB さっき言ってたじゃないですか。そうですね。ヒントはこの機関車に乗ってる人です。ヒント。さっき言ってたやつじゃなくて。どれ？そうです。車体の横にの名前は覚えてられますか？なんでしたっけ？EL だからエメリッヒとかでしょ？惜しいような。すごい。何でしたっけね？何ドク？エメット・ブラウン博士。エメット・ブラウン。ミドルネームもそんなに出てこないけど、エメット・ラスロップ・ブラウン博士で。正式にそうなんだ。まあ博士がその主張が強いことがわかる。自分のイニシャルを自分の発明品に書くぐらいには意外とそういうところが強いことがわかる。細かいところまでやっぱ再現されてますね本当に。でも本当にそこは原作通りで、デザインが細かいところまで、ほとんどあれの通りなんじゃないかなと。なんかパワーウォッシュってコラボ先が豪華すぎません？確かに多いね。
と今までさっきね言われてましたけどね。この一つ前はスポンジボブっていうのがあっはいはいはいて、その時もですね、我々も初めてそのチーム内でですねコラボ先を教えてもらった時は、もうどういうつながりっていう感じでその次にこれがあったもんですから、確かに結構ねびっくりしますし。聞いたのがちょうど4月ぐらいだったからね、本当かなみたいな気持ちにもなりつつある。エイプリルフールがありますからね。確かに。なんかすごいなと思って、それこそファイナルファンタジー7もありましたね。ありましたね。そしてあれは言う間に67%。お、やっぱあっという間にはいけるんじゃないですか。結構これは順調ですよ。これ今いいね。あれですよね、山本の画面見せてますよね。あ、今。はい、これちょっとエイムモードっていうやり方で見ていて、普段だとこうやってほら洗ってるとこうカメラも一緒に動っちゃうじゃないですか。これを実はエイムモードにすると自分が持ってるパワーウォッシャーだけを動かして掃除ができるっていうことで、比較的こう酔いやすい方いらっしゃるじゃないですか。ありますよね。なんでぜひこちらのエイムモードでやられると、動きながらももちろんできますし、こうやって掃除がはかどるっていうのもありますし、もし配信者さんなんかで視聴者がちょっと気持ち悪くなっちゃうんだよねっていうことがコメントとかであるようであれば、このモードをちょっと多用していただけると、なるほど。全然気持ちよく見れますし、さすが。何より、掃除がはかどるはかどるということで大変おすすめです。時と場合にね、よって使い分けていただくのが一番ベストかなと。移動の時はやっぱりこのエイムモードをオフにしていただいてやるんですけど、掃除する時はこうやって。いや早いな、でも確かに。パッと見ねこれ簡単そうなんですけど、角度によってね、ここの汚れはこの角度じゃないと取れないみたいなのがありますから。タイヤのさ、このなんていうの、こう電車の汽車の車輪の車輪の部分が結構難しいですこね。ことかね、すごい。うまいことうまいことやんないと角度でこう掃除しきれないというか。確かに。ちなみにじゃあちょっと古川さんにまたゲームの紹介をすると、今ですねスキーボードだとなんだろうか、ノズルの今長い長距離用のノズル、そうですそうです。こちらって遠くを洗うためのノズルをつけている、ノズルじゃない拡張部品をつけているので、今遊ばれた時に近くがむしろ洗えなくなってるんですよ。非効率ですね。非効率。でも山本さんはもう最初から言おうとしてたやつ。いやもうむしろ当たり前すぎてわざわざ言うほどのことではないかなと思っておりましたけども。やだな。そんなこと思いながら一緒にゲームやってたんですか。早く言ってくださいよ。パワーウォッシュ、パワハラですよ。パワハラスメント、ハラスメントでパワーウォッシュですよ。やめてちょっと怖い。パワハラウォッシュしてますよ。エロさん、パワーウォッシュ的なとか言わなくていいから。エロさん、これどれがいいですか。そうですね。今一番長いのつけているので、それ以外のものであれば。なるほど。右側のものであればもう少し掃除しやすくなるんじゃないかなと。じゃあ行きますよ。ノズルをなるほど、変えました。パーツを変えてみました。おお、確かに。圧倒的広範囲。そうなんですよね。むしろその近くにある時にその遠くのノズルじゃない拡張部品を使ってしまうと、水の範囲が狭くなってしまったので、ちょっとピンポイントになってしまうと。遠いところはちょっとあれなのかもしれないですね。そうですね。ちょっと届かないとかがありそうだけど、こういうタイヤとか。いいですよ。よく見つけました。ここ掃除しがいがありそう。まだ行きません。まだディーン行きませんよ。確かにディーンならないな。まだまだありそう。車輪はすごい汚いのに真ん中の車軸はすげえ綺麗っていう。一体どんな汚れをこういったホームタンだろうかって。ちなみにあれだ、はしごもしっかりとその水を遮るので、場合によってははしごを動かして。本当だ、邪魔になってるんだ。しっかりそこら辺も。なるほどね。どけときましょう。ありがとうございます。優しい。優しいな。赤石さんはやっぱ優しいですよね。やっぱね。山本さんはやっぱ。やめてよ。パワーウォッシュからしてるからね。ちょっと感じます。圧を感じますね。水圧を感じます。水圧を。ちょっと余談ですけれども、じゃあぜひちょっと機関車の一番前の先頭部分にちょっと出てみていただいて。こっちですかね。そうですね。一番前に出ていただいてみて、ちょっと上を見ていただくと、多分そのバックスジャフィッシャー好きな人であれば、そうちょっと見えてるんですけど。わかります今立さん。なんかある。なんか動いてるやつ。なんだ？
これはですね、お猿さんそうお猿さん、お猿さんお猿さんお猿さんじゃない新しいな。これはですね、じゃあちょっとまたもう少しだけカーソル上に出てる、これは次元転送装置と言いまして、車のタイムマシン、その劇中何度も登場する車のタイムマシンにも載せられてた、エメット・ブラウン博士の一番の発明品である。これをそんな重要なパーツを一番前に出してええんかというのは一回置いておいて、しかもめっちゃ水再現されにている。あ、そうでしたか。もう一回見直したいな。ぜひ。そうですね。自分も今日の放送のために見直したんですけれどはいも、はいすごいなんならその自分も山本さんも多分そうだと思うんですけれども、昔英語でその子供の頃見てて、でそして日本語で先ほどのその話ですね、その吹き替えで見たことなくて、確かにね。で吹き替えで見るとそれはそれでまたやっぱり味がすごいあってとても面白かったので、ね。味はありますよね。超初歩的な質問していいですか？はい三部作なんですか？はいそうですね。そうです。ワンツースリー。そうですそうでやっぱワンから見た方がいい。す。まあそうですね。ワンから見た方がいい。ワンからワンからですね。はいこれはさすがに。なんかこう順番がバラバラなやつがあるじゃないですか。スターウォーズ的なね。ゼロなのかなのかみたいな。3、2、1で見るってのもね。 4561231が実はやっぱワンからそうねワンからですね。そっか完全にこの作品はワンからですね。なるほどなんかなるほど。いいポイントかもしれないですね。細かい機械の登場するステージでは、そのエンジンの部分とかですごい連続ディンディンディンが楽しめる連続ディンディン例えばもう右のところ終わっちゃったかな、ピストンのところとかすごい楽しいんですけれども、どこだろう。終わってるかな。もう誰かやっちゃいました？横取りされてしまっああ。横ディンドロゴ。はい。ディンドロが出ましたね。ディンドロ。やめてくださいよ。私に味わわせてくださいよ。え連続ディーン。た。連続ディンポイント残ってるかな。残ってます残ってんじゃないね。誰ですかそこやったの。ちょっと機関車の上に乗った方がいいかもしれない。上に乗ってみると確かにそうか。上に乗ったことないんじゃない上にいる人ちょっと一旦上勢降りてもらっていいですか？上でその状態ではしごを私ですね動かして振り落とすみたいなね。ちょっとじゃあ一旦私上行きますよ。あ、足を置けた。今ちょっと素早いがちょっと足を外されて。横ちょっといやここはそうじゃ違う先ほどねください。私が今登ろうとしてたのに。ドゥルルルってなってるがほら。これすごい今更のことなんですけど、水に若干の当たり判定があるみたいで、確か水を食らってると少しだけ動くんじゃないかな。されるねつってねあ、本当だ。ほんの少しだけダメージが入っている。何やっとんじゃん。強いですね。まあそりゃそうだよなと思ったりして。山本さんを洗浄してやるぜ。これねもはやあえて言うほどのことではないですけどマルチがやっぱ楽しいんですよこれ一緒にやるとなるほ確かにど。ぜひね体験してない人は。そう僕も普段一人でやってますけどはいはいこれみんなでやあると楽しい左側結構まだあるんじゃないですか。ありますね。この辺ですか？あれだ大量収穫できるポイントがありそうじゃないですかね。光らせてみたら光らせてみたら。あ、こ汚れですねれを。うわー。ほらいっぱい汚れ今このてるよピカンって光ってるところがまだまだ汚れてるところですね。そうですこことかやったらディーンってなりそうですかね。おどうですか。じゃあちょっいきますよとやってみましょう。はい。えい。左やってみましょうか。ディーンならず。ならずディーンならずこの辺ですか？まあ一発では意外といかないんで、はいそうかちょっとこう多いきますよ少根気よく、そうですね。はいはいはいちょっとエあ、リアをここ来そう。ゆっくりとないで見るなるほどなるほうわと上下とかにディーン来い。ね今ねちょっとそのエリアをゆっくりとちょっと動記者のかして。下から見てるんですけどね、パイプの裏側がめっちゃ汚れてます。あ何かここでも来てますよ来てますよ来てますよパイプが多分そこにど。おー来た来た来たはい来ます来ますディーン。いろいろな感情のディーンを言っていただいて、愛楽のありがとうございます。癖になってそう。これやっぱもういやディーンを求めてしまいますね。しゃがんだりとかして角度変えてみるとああ、確かに。意外といけたりしますあーでもちょっとやっぱこのパイプにも角度があるから。おお。確かにいいですね。ここいい感じで落ちてますよ。ここウォッシュしがいがあります。あ、うんこの棒とかちょっと待って一旦ちょっと離れないと。ちなみにですけどしゃがむとちょっと移動速度が遅くなるんですよ。ななるほど。のでそのしゃがんだ状態でそのカメラを動かさずにその移動だけするとこれだ綺麗に投げて、あーそれはあれですね。それはもうさんあこれじゃないおすすめのあ、この標準ですね。それも確かに今こういううんこういう小判小判としたところを掃除するのに確かにとても向いてるのでおー標準モードが。これやりやすい。いいですね。
このこれラッパじゃないのこれパルス8世紀。はい。タキオンパルス知らないんですか？タキオンパルス8世紀。タキオンパルス8世紀。知らないんですか？知らないんですか？もしかしてこれ常識でした。いや見てないですよ。そもそも見てないんです今から。すごいバックトゥーザフューチャーマウント取られた。確かにそうですね。ここではね。すごい。ここだよね。取られちゃうよね。いろんなマウント取られるんです。ブルーさんさ、はい。このステージは洗剤使えないの？このステージ洗剤ちょっとあります。おちょっと。ちょっとある。ちょっとあります。ステージごとに特別依頼の場合は洗剤の量が決まっているので、金属あるじゃん。ディン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 しかも無限じゃん。なのでじゃあちょっとみりんちゃんこれ見ましょうか。どれですか？洗剤ノズル切り替えで、そこでノズルをノズルをまず左下。これですね。下のそう洗浄液ノズルにしていただいて、そして洗浄液を金属がいいんじゃないかな。しかも無限に使えるっていうことなので、なるほどつけてみましょう。非常にこれ綺麗になりやすいんじゃないかな。大きい大きい。なんかちょっとすごい。ディンディン祭りですディンよ。ディン祭りだ。気持ちいい。うわ来ました。やった。来ました。いやチート解放したな。これは最高だ。番組終わっちゃう。番組終わらせるぞ。それだけ的尺にが足りてないなんて関係ない。そうですね。今はこれはそういうステージなだけで基本的には洗浄液は量が結構限られてて、これ洗浄液を使うとこんな広範囲にできる。そうですね。広範囲にかつその洗浄液にも種類がございまして、来ましたね。来ましたよ。今使っているのは金属洗浄液なので金属に効果があるものなんですけれども、その広範囲で汚れを細かくたくさん落とすことができる。いやこれは気持ちいいですね。これ気持ちいいですね。しかも無限ってことですからね。いやそれはもう完全にちょっとチート入っちゃってます。そうですね。ちょっとね。ちょっと番組の都合上ちょっと封印しなきゃいけないかもしれない。そうですね。これはね。見せちゃいけなかったです。洗浄液のね使用もちょっと説明した方がいいかなと軽い気持ちで言った次第でございましてですね。ジャブジャブ良かれと思ってごめんなさい。早めに番組を終わらせてやる。洗浄液が切れてるんで R をしていただくと補充する。リロードの概念ですね。リロード。なので本当はその本数が決まっていて、これでやっぱ綺麗になるんだ。でそしてお金を出して買えるんですけれども、本当はそのお金も実はそのお金があれば買えるというわけではなくて、ちゃんとお店側でその問屋の在庫になんかあれがあるらしくて、上限があるらしくて、必ずしもあるとは限らない。そっか。結構自分でセーブしつつその正しいところで使っていかないといけない。入れたかれるかどうか分かんない。じゃあこの大事なところを次元転送装置が今来ました。ディン来ました。次元転送装置。これなのか。気持ちいいね。ディンディン祭りですよ。97%。 97%。もうだいぶですね。あとどこかな。でも結構鳴ってる割にまだ 97% なんだっていう。そうですね。でもう見えてきましたが、汚れがわからん。見えないですね。そうですね。ディーン。ありましたね。気がつか99だよ。私今結構大物やりました。確かに大物。よく気づきましたね。連結部分がちょっと汚かったです。それ多分反対側もじゃあもしかして。反対側もでやりました。ほら。終わってな。終わってない。あれどうやってましたけど。全然汚かった。あれここでした。オッケー。ディーン来ました。ディーン確認が。ディーン確認。オッケーです。さああと1%。どこだ？ここからですね。この辺はもう大丈夫。ここ。このおい。あとまだ。まだですよ。まだだ。ほら。ここもちょっと近い。3箇所以下になりましたら左に出てきます。ということはそれが出ない限りはまだ4箇所以上掃除が終わってない場所が細かいとこがこことか残ってるんでしょうね。下の方見てみよう。なんか 99% になると途端にこうなんか寂しくなってくるんですよね。どういうことですか？終わらせたく終わっちゃう最終日みたいな。確かに。クリアしてしまうみたいな。そう終わってほしくないなっていう。尺の都合上もありますし。引っ張るんですかここから番組が終わっちゃうな嫌だなっていう。からまさかのみんなとまだ話してたいなっていう。大どんでん返しが来るんですかね。水不足になりますか？もう出ない。まあそれは確かにこのゲームやってて思うことですね。ローさんその違うモードで水不足というキーワードから自分
思いましたけども、はいはいはいこのゲームの違うモードについてもご説明してはいかがでしょうか。そうですね、実はこのゲーム遊び方がいろいろありまして、全部やるというよりは自分に合った遊び方をするとあれなんですか、おすすめなんですけれども、チャレンジモードのようなものもありまして、水量制限があるような。水量制限。ああ、それ難しそうだな。急に現実の掃除にちょっと近づくということで、そうですね。あとはその時間を競うモードとかもあったりだとか、同じステージでも複数の遊び方があるので、なるほど。もう本当にとことんまで突き詰めたいという人はもう結構やり込んでいただく要素も多いんじゃないかな。そうですね。世の中のコマーシャルとか見るとどっちかといえば拭かずに掃除できるみたいな洗剤が多いから、ありますね、確かに。どっちかといえばどうなんですかね。そうですね。そうですよ。動力を減らしたいし。お、今のディーン私です。その前のディーン私です。今のディーン私です。ました。今のディーン私です。そういうのいらないです。ディーンの場合協力しましょうよ。ディーンの場合書いてありますよ。電気系統ロッド。一番最初に言ったのみりんちゃんだけど。一番わかりやすいのが、比較的わかりやすいのが。前輪はわかりやすい前から。輪やりたい。やつでしょ。どれ？これ？これだよこれ。いっちゃん前にあるよ。いっちゃん前にある。私がディーンを前輪は私がディーンを取る。あ、前輪。いや俺がディーンを取る。あ、取った。私か今のわかんない。いや、前前輪輪取られた。次汚れてないやつやった。電気系統ロッじゃあ人の2箇所。人の小人僧のディーン喜んでしまいました。リンドロ出ましたよ。リンドロそう今のみりんちゃんのだよ。やった。優しい。優しい。あら、お優しい。譲ってくれたんですね。なんとか株上げようと。最後に。株上げ真実しか言わないよ。素直な優しさすら受け止めてもらえない。電気系統なんかなくないかこの機関車。でもこの辺どこがね、ですよね。そこ電気系統か。まずはそこ。この辺だ。ケーブルですね。これケーブルとかこの先を。系統ロッド。下か違うか下じゃないのか。コイル。コイル。自家制御システム。違う。でもなんかこういうちょっと。さああと2つ。あ、電気系あ、こ統。れだ。あ、貸し出せとなってる。これさあだからどっちがそっち側じゃないですね。反対側。よくやってきます。さあそっちにいるかやばい。すごい。自家制御システムアシストは入ったか。アシスト入りました。アシストはね。さあ自家制御システムこれでしょ。ラスト。これだこれだ。さあいけるかラスト。ラスト B。こっちじゃない。急にコイルじゃん。急にルール変わった。急にルール変わった。あれか。どれ。誰のに？おすげえ。やばいな。引き渡さなきゃやばい。すごい。かっこいいラスト。見事に100%取りました。取りました。ありがとうございます。めちゃめちゃ最後小競り合いがありましたね。ラスト D を。ラスト3分だけ急にゲームのルールが変わった。そうですね。D の取り合いを。ディーン取りラスト合い。誰が言ったんですかね結果ね。みりんさんじゃないですか。僕は全然関係ないとこいたから。いや僕やってなかったですし。やってなかったですよ。あれディーンの譲り合いしてますよこれ。いや急に。最後譲り合うっていうね。譲り合うあそこまで奪い合って譲り合うっていう。いやでも良かったですね最後ね。ちよかったゃんと映画的な演出がね。すごいかっこよかった最後かっこよかったですね。さあということで DLC バックトゥザフューチャー特別以来のゲームプレイをお届けしました。はいということであっという間でございましたけど、もう番組終了のお時間が。本当に終わっちゃうんですね。そうです本当に終わっちゃうんですよ終わっ。ちゃうんですね。大丈夫でしょう。ステージクリアとともに終わる番組です。はい。そうですね。さあ赤石田さん告知などありましたらよろしくお願いします。はい、それでは改めましてスライドお願いいたします。はい、ということでですね、本日、お見せしました、バックトゥザフューチャーの DLC ですけれども、ゲームの本編パワーウォッシュシミュレーターに関しましては、はい現在ですね、20% オフのセールを実施中ということでございましてお買い得。安い。1年前も似たような放送をいたしましたけれども、はいはいまだ、お手元でねお手に取ってまだプレイしたことないよっていう方いらっしゃいましたら、20% オフセール中ということですので今ぜひとチャンスとはいいうことでプレイしていただければ、それでまだこの
の先にはなりますけれども、次のスライドいきましょうかね。はい、そうです。今日ね散々やってきましたがプレイさせていただきまして、こちらの DLC なんですけれども近日配信中という配信中じゃないです。近日配信中って何ですか？いけませんね。大丈夫ですか？はい、近日配信予定ということでですね、はい引き続きオフィシャルな告知の方もですねさせてもらってまいりましたら打っていきたいと思いますので、そちらもぜひチェックしてください。そしてこちらDLC になりますので、先ほどの本編必要になりますので、その点だけご注意ください。なるほど。ということでございます。はい。じゃあ残りの告知山本さんからお願いできますでしょうか。山本の方から告知でございますが、パワーウォッシュ以外もですね、スクエニタイトル TGS 期間中にセールになっております。こちら見ていただけるとわかるかと思いますが、動画の概要欄の方にリンク貼ってますので、気になる方は、そちら覗いてみてください。はい、次のスライドお願いいたします。はい、こちら、今プレイしていたパワーウォッシュゲームプレイでございますけども、株式会社サードウェーブさんからですね、ガレリア XA7CR47 をお借りしてプレイさせていただきました。いや素晴らしい。いやいいですね。綺麗でしたね。ね本当にオーバー。いや綺麗に見れる方がいいじゃないですか。RTX いるかっていうところぐらいいりますよ。いくつ積んでるんでしたっ本当にすごいです47ですね。4070 4070積んでましたね。それは相当ですよ。今日このゲームで良かったのかって良かったですよ。ことであるんですけど。ぬるぬるですよ。ピッカピカですよ。素晴らしいです。素晴らしかったですよ。本当に。こちらもですね、概要欄にリンク貼っておきますので、PC のね買い替えなど考えている方、まあぜひね、初めて買う方もぜひそうですよね。こちらオーバースペックかもしれませんが、なんでちょっと今鼻の笑うようななんですか。ナンバーって言わないですからね。それを言わんでええのにと思いますよ。すごいんですよ。本当個人的に欲しい。いやいや確かにそれはそう。全員欲しい。全員欲しい。そんなもらえるもんじゃないけど。はい。そして最後のスライドこちらドン。はい。TGS のですねスクエニブースに実はこちらパワーウォッシャーがですねリアルのですねパワーウォッシャーがですね来ておりますので、実在するんですね。実在リアルのねこのスーツを着たパワーウォッシャーっていう名前らしいです。ノンフィクション作品。パワーウォッシャーがいらっしゃるんですね。そういう方が来た方がそうブースにわざわざお呼びしまして。なるほど。これを展示されてるだけじゃないってことですね。違うちゃんと歩いてる人がいて、そうなるほど。わざわざその方を呼んで、その方を呼んでパワーウォッシャーをね。その方パワーウォッシャーパワーウォッシャーいるじゃないですか。このゲームの中いるじゃないですか。が実際にいらっしゃる。なるほど。一緒に写真とかもそう一緒に写真撮っていただいたりだとか。ファンにはたまらない。結構そのキャラクターがねいっぱいいますよね。いるじゃないですか。でみんなこう写真撮るのがやっぱ一個の楽しみだと思うんですけれども、ちょっとパワーウォッシャーがリアルにいたら確かにね清掃業者かな。なんかねちょっとどういう感じになるのかが不安です。でもあれなんですよね。これ日本だけですもんね。そうなん。他のゲームショーでなんか今回初出しで、今回この TGS のために生まれたと言いますか、今作ったって言いそうになりましたけど、世に生を受けたと言いますか、いやもう初出しなんです。なるほど。はい。そうなんですね。はい。これは楽しみです。世界中のパワーウォッシュファンが羨ましいと。今日本にしかいねえんだよ。そうなんだ。そうなんですよ。いうパワーウォッシャーを皆さんぜひ見に来ていただいたり、一緒に写真撮っていただいたりしていただけたらなと思っております。なるほど。わかりました。はい。ちょっと熱くなったと思うので、じゃあそんなパワーウォッシャーがなんと当日で渡してくれるという。これはパワーウォッシュのウェットティッシュじゃないですか。こんな。これはどうしたんですかこれ。これを作り起こしました。なるほど。じゃあこれをいただけるんですか。これをパワーウォッシャーが当日なんと配り歩いている。これを配ってくださる。はい。わざわざ。
いいですね。いいですね。可愛いデザインが可愛い。可愛いですよ。めっちゃ可愛い、欲しい。ぜひぜひ皆様受け取っていただきたいと思いますよ。これでね、いろんなところも拭けますし。そうです。リアルお掃除にもね。リアルお掃除用じゃないか。リアルお掃除はい。いいです高圧洗浄機に比べるちょっと火力は落ちますけど、火力。火力。火ではない。水圧とか洗浄力じゃないんだね。まあ普通にお手手をねそう綺麗にしていただ火いて。力だとね、汚物はなっちゃいますから。そっちの方になっちゃいますからね。変わりますから。さあということでございまして、さあみりんちゃんもね、なかなか今回も TGS も盛り上がりそうですね。盛り上がりそうですね。私も本当に TGS に行っていろんなキャラクターとこう写真を撮るのが結構日課でやってるというか。なるほど。なんで今年はちょっとパワーウォッシュともぜひぜひ撮ってお願いします。ツイッターに上げて。お願いしますよ。X に上げて。X に上げて。言いました。間違えました。ツイッターからね、改めて X に。リポストさせていただきます。リポスト。これしてます。ちゃんと言ってますね。はいさあということでよろしくお願いいたします。さあということで番組ももう終了の時間になってまいりました。さあ本日の番組ね振り返ってどうだったかお一人ずつ聞いていきましょう。赤石田さんお願いいたします。はい。あっという間で文字通りですね。そうですね。大丈夫かという気はしてるんですけども。魅力は伝わったと思いますよ。十分に。本当はもう今回のバックトゥザフューチャー DLC もですね、もっともっといろいろお見せしたかったんですけども、いろんな事情もありまして、こちらのステージをお見せいたしました。はい、ぜひともですね、もう間もなく配信、間もなくというか近日配信ということでございますので、まあ出ましたらぜひプレイ楽しんでいただければと思います。ちなみに私今日の放送に向けてですね、昨日の夜から一夜漬けで全3作品見直してきまして、夜からそうまあうっすらと昔ね見てたので覚えているシーンっていうのはあったんですけど、結構途切れ途切れというかあれどうだっけっていうのがあったんで、見直した上で今日挑んでるんですけど、そうするともう感動もひとしおでございますので、まだちょっとね配信のまでの時間少しありますので、ぜひとも予習をしていただけるとゲームしていただくときに感動倍増かと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ山本さんどうだったでしょう。いやものすごい楽しかったです。楽しかったですね。はい、本当にいろんなねテクニック、まあちょっと喋りましたけど、いろんなやり方、いろんな汚れがあって、この汚れに対してはこういう感じでとか、細かくねご説明したかったんですけど、ちょっと楽しすぎて忘れちゃいまして。それはもう皆さんで、ね、プレイしていただいて、まあプレイしていただければ、ね、だんだん自分のスタイルが多分生まれるとは思いますので、自分のクリーニングスタイルをねぜひ極めていただきたいなと思って。やっぱり個性が出るんですね。個性出ます。掃除の仕方ね。絶対出ると思います。であと結構わちゃわちゃしちゃって。あれだったんですけども、配信とかで結構和みながらねみんなで喋りながらできるゲームではありますので、その辺もぜひちょっとお勧めしたいなと思っております。まあ今セール中ということもありますので、ぜひまだねやったことがない方はですね、手に取っていただけたらと思います。はい、引き続きねいろんな追加コンテンツ DLC、計画しておりますので、今後ともパワーウォッシュシミュレーターを期待いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそしてみりんちゃん、もう素晴らしい活躍でしたけど、やっぱそのディンの奪い合いが面白かったですね。そうですね。ディンのね獲得数出してほしいですね。個人のね。面白いかもしれないですね。アップデートでもしかしたらいいかもしれないです。ちょっとね一言ちょっとお伝えください。提案してみたいと思います。対戦モード的になるかもしれませんよね。自分がね8割方落としたのに最後だけでとか。そうだ。そういうのもありだよね。あるかもしれませんよね。戦術が生まれちゃうかもしれないですね。いやでもやっぱマルチならではの楽しみ方が今日はできたなと思っています。で私もやっぱこう配信者としてやっぱすごく向いてるゲームだなっていうのは思いました。やっぱこう配信者の雑談そうです、雑談ツールと言いますか、そうツールというかちょうどいいんですよね。確かに、いい塩梅というか、絵もね持ちますしね。確かにね。ずっと作業はしてるわけですよね。こうたまに来るディーンがアクセントになってとってもいいので、やっぱこう配信やられてる方は結構いいんじゃないかなと私は思っておりますので、ぜひとも皆さん遊んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあそれでは最後にディレクターローズさん一言お願いいたします。はい、そうですね。当 DLC バックス・ザ・フューチャーの DLC は、そのパワーウォッシュシミュレーター始まって以来もうその皆さんにお伝えするのが楽しみで仕方なかったコンテンツなので、今日は少しでもご紹介できてよかったかなと思っております。でも本当に冒頭でお伝えした通りステージがあと4つありまして、まあその本編のあのシーンだったりこのシーンだったりあれだったりこれだったりまだまだお楽しみいただける要素もありますので、バック・トゥ・ザ・フューチャーが好きだという方はもちろんパワーウォッシュシミュレーター自体が好きだという方も、新しく現れるものがまた一気にどっと増えるんで、ぜひお楽しみいただければと思っております。はい、ありがとうございました。皆さんね、ぜひ待っていただいて、バック・トゥ・ザ・フューチャーのねコラボ DLC、ぜひとも皆さん楽しみにしていただけたらと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。東京ゲームショウ、これからも楽しんでください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。マッキンガム上空より中継です。休眠していた火山が活動を再開し、近隣住民の生活が脅かされています。混乱する人々の不安が洗い流される日は来るのでしょうか。パワーウォッシュシミュレーター好評発売中。